雨なのだ。2025年、2026年と瀬戸内海は雨がしとしと続くのだ。今回は雨の日のドライブをしていく。雨のロードノイズと普段とは違う光景を楽しんでね。この時期は瀬戸内海で霧が発生しやすい。これをイリウムという。南から流れ込む暖かく湿った空気、冬の冷たさが残る冷たい海水、これが組み合わさることで濃い霧が発生してこんな感じに真っ白になることがよくあるのだ。視界不良のため瀬戸内海を渡るフェリーや高速船が欠航したり、瀬戸内海を渡るフェリーや高速船が欠航したり、瀬戸大橋などの連絡橋で速度規制がかかったりすることがよくあって、春に瀬戸内海を旅行するときは余裕を持って計画を立てておこう。ただ、こんな濃い霧の奥に見える瀬戸内の島々はとても幻想的で、カメラマンなら撮影したくなるのもまた事実なのだ。流れる霧に海がとても素敵。ただし船乗りからするととてもしんどい時期。いくらレーダーが優秀になっても適切な見張りをしていないと事故につながるので、濃霧の時は勇気を持って予定を変えることも大事。空と海と山とそれぞれの青が見える場所なんだけど、今日は全てが真っ白なのだ。ちなみに今日はこの山の方面に行くよ。右に見えるのが呉市最高峰の野呂山。今日あの山を登るのはなかなかヤバそうなのだ。50メートルほど登ってきたけど、そこまで霧が強くないね。もっと悶々と濃霧かと思ってたよ。広島市と呉市のベッドタウンの焼山という地域、腕の町の熊野町の南にあり、観光地ではないよ。右折するあの信号の手前で、ここからは一気に狭くなるぜ。でもこの奥に今日の目的地があるのだ。狭さを体験してもらうため、ここからはノーカット。
の先目的地の本庄ダムなのだ。軍用水道と桜の名所なのだ。築造から100年以上経過しているけど、呉市水道の機関として稼働し続けているのである。稼働している水道施設としては日本で初めて国の重要文化財に指定、石張りの美しいダムを見えるのだ。普段は開放されておらず、桜の時期だけ開放されていて、雨の日でも警備員がとってもご苦労様なのだ。警備員もこんな雨の日に来るとは思ってなかっただろう。それもこんな赤いオープンカーが来るとは。根正面に見えているのがダムなのだ。次回はこの雨の日のお花見を楽しむので、ぜひチャンネル登録していくのだ。今回の動画は楽しんでもらえたかな？ YouTube にはこの動画が AI の作ったゴミ動画に見えているらしく、現在収益化が停止中なのだ。このゴミ動画をもっと見たいと思ったら、下の概要欄からカー用品やガジェットをチェックしていってね。シーズンによって変わるので要チェックなのだ。みんなのお買い物やチャンネル登録、コメント、高評価が次の動画を作る力になるのだ。なのでこれからも応援よろしくお願いします。